どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回のブセファランドラオンリー水槽の動画を見ていただけたでしょうか？まだ見ていないという方は概要欄の再生リストからぜひ見てやってください。今回はその続きで、個人的に思い入れのあるとっておきのブセを使っていくので期待しておいてください。前回までのあらすじは、組織培養から数ヶ月間水上栽培ファームで育成したブセたちをお披露目し、その中から数株を選んで溶岩石にビニタイで巻きつけました。最終的にその巻きつけたブセを水槽内に並べたところまでが前回動画でお話しした内容です。ただ見てもらったらわかる通り、圧倒的に数が足りません。ブセワランドラオンリー水槽という名前を掲げるくらいですから、このくらいの量で満足してはいけないです。というわけで、今回秘蔵のブセファランドラを登場させます。それがこちら、ブセファランドラクダガンです。このクダガンというブセ、自分がブセの中で最も愛し、一番かっこいいと思っているブセなんです。時は遡ること一昨年の11月、誕生日に自分でプレゼントを買うという、人としての尊厳をギリギリ保てるかどうかというイベントを一人で取り行った時にクダガンと出会いました。それがこちらのクダガンで、1つ5400円をする高級株です。それもそのはず、通常のポット売りブセと違い、水中用を展開しているクダガンが大きめの石にずらりと活着しているんです。1株1000円くらいのクダガンがこのボリュームで、おまけに水中化までされているんだから5000円でも超お買い得。正直ここからブセ沼にはまったと言っても過言ではなく、自分の中ではまさに原点にして頂点な存在です。あまりにもお得すぎて、誕生日に購入してから1ヶ月経たないうちにもう一度ショップに足を運び、同じ石付きクダガンを追加で購入しました。こういった石付きの陰性水草とかって同じ種類でもショップによってボリュームが全然違ったり、そのショップ内でも個体差がだいぶあります。その中で価格以上にお買い得な水草を見つけるのはどうやっても時の運なので、売り切れてしまう前に買ってしまうのが吉です。自分もきっと追加で買ってなかったらもう一つ買っておけばよかったと後悔してたと思います。そんな感じでどちらの群生株も立派で買っただけで満足していたわけですが、水中用のため水上にポンと置いて管理することもできません。かといってこれをレイアウトに使えるような技量もないので、しばらく水槽を転々としていました。時にはアヌビアスの森水槽にぶち込まれたり、ストック水槽にぶち込まれたりしましたが、最終的に90センチレイアウト水槽に落ち着きました。一つは右手前の目立つ場所に、もう一つは中央付近の流木の影に隠れる場所に配置。映像ではなかなか見えませんが、結構いい感じに育ってくれました。そんな2つのブセファランドラクダガン、今使わなければいつ使うということで、購入から1年成長した群生クダガンをお披露目していきたいと思います。それでは2つのクダガンを見ていきましょう。それがこちら。めちゃくちゃでかくなってますよね。株数が増えたかどうかはちょっとわかりませんが、購入当時に比べて明らかにボリュームが増しています。おまけにどの株もしっかりしており、枯れたり状態が悪いものは一切ありません。実はアヌビアスの森水槽に入れていた時に結構苔が生えて見栄えが悪くなってしまったんですが、ベアタンク水槽に入れている時や90センチ水槽に入れている間にヤマトヌマエビがきれいにしてくれて、今ではご覧の通り艶やかできれいな状態になっています。正直今まで扱ってきたブセの中でクダガンは段違いに丈夫で、水質変化や苔にも強いです。それこそ苔まみれになっても余裕で復活しますし、水槽をたらい回しにされていきなり水質が変化したとしてもびくともしません。まあこれに関しては自分の経験なので全てのクダガンに当てはまるかは分かりませんが、現在水上で栽培している組織培養クダガンもマジで丈夫なので、クダガンという種類自体が他のものに比べて強健なのは間違いないと思います。そんな育てやすいブセなのに綺麗で流通量も多いんだから言うことはないですよね。ブセに手を出してみたいけどどれを買えばいいか迷っちゃうって方はマジでクダガンおすすめです。
というわけで早速この育った管岩を配置していきます。一つ置いただけでブセの茂み感がいきなり増しましたね。やはり群生しているブセの戦闘力は圧倒的です。もう一つの管岩はその隣に置きました。これでソイルの約7割くらいはブセで埋まったのではないでしょうか。ただ、それでもまだまだスペースに空きがあるので、今回はベアタンク水槽のブセにも出てきてもらうことにしました。それがこちらの水槽なんですが、実は動画でお見せするのは初めてだったりします。購入品としてお見せしたことはあるんですが、行方知れずのブセが多かったのはここに全て収容してたからなんですね。ここには数十匹のヤマトヌマエビがいるので、苔まみれになった水草をクリーニングしてくれる役割もあります。今回は何といってもブセファランドラオンリー水槽なので、この中にあるブセ全て使っちゃいます。というわけで取り出してきたブセがこちら。まずはブセファランドラレッド。こちらはトロピカ社のブセファランドラで、よく流通しているアクアフルール社のものよりも若干お高めなことで知られています。ちなみに2個購入しており、どれも状態はバッチリです。このレッド、管岩よりも葉が大きくなるイメージですが、黒っぽい葉に赤色の茎がとても綺麗で気に入っています。続いてはこちらのブセファランドラティア。これは以前特価で買ったものなんですが、スネールが怖すぎてガラスポットで湿度 100% 管理してたら大部分が溶けちゃって寂しい感じになってます。次に出てきたのはブセファランドラグリーンベルベット。こちらはよく流通しているアクアフルール社のもので、綺麗な緑色に大きめの葉が特徴的なブセです。つぼみが咲いているのでもう少しで開花するかもしれません。次はこちらのブセファランドラビブリス。これは若干管岩に似ているような感じがするんですが、こちらは葉が細長めで、色合い的にはブセが赤っぽい黒だとしたら、こちらは青っぽい黒です。正直育成状況によって色味は変わってくると思うんですが、ウェーブがかってて細めの葉は小型水槽にも使えるので、いいブセだと思います。続いてはブセファランドラティアグリーン。こちらは先ほどのグリーンベルベットよりも暗めの緑で、葉の形は似ているんですが、自分はこっちの方が好きです。次はこちらのブセファランドラグリーンウェービー。これはチャームで買ったインボイスのブセです。1ボット1000円台のお買い得商品で、とりあえず買ってたんですが、割と綺麗で気に入っています。グリーンベルベットとウェービーよりも今のところ小型なので可愛いです。まあインボイス名なのでブセの種類にこだわる人にはあまり向かないかもしれません。続いてはブセファランドラゴジラ。こちらはペットバルーンで結構前に買ったブセですね。買った時よりもボリュームが増してすごくかっこいいです。このゴジラは管岩の小さいバージョンといっても過言ではないくらい管岩と似てます。大型化しにくいブセなのでレイアウトにも使いやすいですし、何より管岩と同じく黒くラメの乗った葉は最高にクール。ただ最大の難点として流通が少なく価格も高いことが挙げられます。今回は一つしかないこのゴジラも使っていきます。次に出てきたのはブセファランドラバタンカワ。これはペットバルーンで組織培養とどう違うのかという好奇心でポットで買ったやつです。中身は組織培養と変わらないと思います。続いてはブセファランドラブラウニーパープル。こちらもペットバルーンで購入した最近流通し始めているブセです。この時はまだ組織培養が出回ってなかったので仕方なくポットで購入。結構個性があっていいと思います。残りは管岩の群生株からひょこっと出ていたものをカットし、溶岩石にくくりつけてたら徒長しまくってかっこ悪くなった管岩と、2年前くらいにクリブトコリネミックスとして900円しないくらいで買ったのはいいものの、ブセの扱い方を知らずに大半が溶けてしまったところから復活してきたブセファランドラグリーンベルベットだかウェイビーだかです。マジでこの時に戻って900円ブセ買いまくりたい。こんな感じでうちのブセファランドラオールスターをあの水槽に配置していきます。というわけで作業していくんですが、配置する前にポットから外して前回同様石にくくりつけるという工程が必要になってきます。ただ前回もお話しした通り、このブセ水槽立ち上げは1日しかタイムリミットがなく、撮影しながらの作業では間に合わないことに気がつきました。正直ポットに入っている水草ってロックウールから外すのが結構大変なんですよね。状態よく育っていれば育っているほど根が絡まって大変なのでだいぶ手間取りました。
取り除いた状態がこちら。間違っても種類がごちゃごちゃにならないように、しっかりとブセの下にはタグを配置してます。これだけ多いとどっかで取り違える可能性もありますからね。こうやって映像として残しておくのは大事なことです。これで作業終了かと思いきや、ここから石にくくりつけなければならなかったので、撮影もせずに急ピッチで終わらせました。というわけで配置も終わらせた映像がこちら。まさしくブセびっしり。とんでもなく豪華な水槽になりました。左からバタンカワ、ビブリス、グリーンウェイビー、ブラウニーパープル、ティアグリーン、グリーンベルベット、ティア、クダガン、レッド、ゴジラです。右奥が空いていますが、これにはいろいろ訳があるので、またの機会にお話しできればと思います。ただ正直配置しながらこれでいいのかなとか思いつつ作業してました。これは右奥が空いている理由にもつながってくるんですが、なんかこう思い描いていたブセ水槽とは違う感じになってしまいました。それでも組織培養をガラスポットからひっぺがし、ポットブセもポットから取り出してしまったため後には引けません。次回はここから巻き返しを図るべく苦渋の決断をしていきますので乞うご期待。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。